いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはクロダイ、チヌのポイントを解説していきます。クロダイは同じ場所に留まっているわけではなく、海底の砂場をうろうろと泳ぎ回り、一般的な防波堤であれば意外とどこでも手軽に狙える魚です。大都会の港湾部でも狙えるため、釣り場にこだわる必要はなく、よく行く釣り場でクロダイがいそうなポイントを見つけた方が釣果につながりやすいと思います。今回のクロダイ、チヌのポイントを学ぶことによって、クロダイ、チヌが潜む場所を知ることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。どこでも釣れる。春夏秋冬釣れる。昼も夜も釣れる。この3つについて解説いたします。どこでも釣れるについて解説いたします。一般的な防波堤でクロダイが釣れるポイントを見ていきます。代表的なポイントは次の7つになります。鳩先端、テトラ帯、港内の角、石積みの鳩、加工、スリットケーソン、掟、それぞれ詳しく解説していきます。鳩先端は海釣りでは潮通しのいい鳩の外向きを狙うのが一般的ですが、クロダイは潮の流れさえあれば外向き、内向き関わらず狙うことができます。潮の流れと合わせて水深がある場所の方がクロダイの魚影が濃い傾向にありますので、先端付近は絶好の好ポイントになります。テトラ帯は防波堤や護岸の沖向きに設置されているテトラポット、消波ブロックも絶好のポイントになります。潮通しのいいテトラ帯は全てがポイントになりますが、その中でもテトラの切れ目や角になっている場所は複雑な潮の変化を生み出すため一級ポイントになります。一部分が飛び出していたり、一部分が崩れてしまっているような変化がある場所も狙い目です。港内は比較的穏やかな場所で狙うのであれば、角付近やケーソンブロックがずれていたり、隙間が広く空いている場所が潮の流れに変化が生じるポイントになります。餌となる小魚や岩ガニなどの餌が豊富な場所、特にイガイがついているような場所であれば、鳩際でもクロダイは寄ってきます。浮遊するゴミが流れないような場所では期待が少なくなります。石積みの鳩は河口部に近く、磯にも隣接した釣り場になっており、このような場所は一級ポイントになります。特にのっこみの時期などは、磯際に近いポイントが良く、大型のチヌが期待できるポイントです。汽水域の河口部はいいポイントになります。濁りの入りやすい場所ということもあり、比較的クロダイの警戒心が緩むポイントです。ただし、ある程度上流域で狙うのであれば、潮の流入が期待できる満ち潮のタイミングを狙うのがいいでしょう。似たような釣り場で河口とは違って運河があります。浅場、シャローのルアーフィッシングで狙うのであれば、運河は超おすすめのポイントになります。水深が1メートルほどしかないような浅場でも、マズメジと夜釣りの限定であれば、十分な釣果が期待できます。スリットケーソンと呼ばれる護岸を形成するブロックの中には、内部に海水が出入りする構造になったものがあります。ただの壁とは違って、鳩に当たる潮流に変化が生じ、餌も豊富なこともあって、スリット内部にはクロダイをはじめ様々な魚が住み着いています。普段人が寄りつかないような場所であれば、日中でも鳩際で狙える超一級ポイントになります。掟。沖の一文字は水深も十分にある潮の流れの
いい釣り場です。特に釣り場にこだわる必要はなく、風の影響などを考慮して釣りがしやすい場所を選ぶ方がいいでしょう。磯場のない都会ではノッコミが最初にスタートする場所と言ってもよく、場所によってはまだ冬の時点から大物が数上がる釣り場もあります。春夏秋冬釣れるについて解説いたします。釣れる時期は地域によって異なりますので、水温などを参考にしていただけたらと思います。基本的には水温の高い夏は浅瀬の堤防や河口、運河、水温が低い冬はある程度水深のある鳩で狙うのが効果的となります。鳩釣りのクロダイは1年を通して釣ることができます。クロダイが捕食活動を行う適水温は10度から30度で、堤防釣りの対象魚としては最も幅が広い水温への適性があります。クロダイが活発に捕食する最適温は15度から25度となります。この水温であれば水深10メートル以下の浅場で十分狙えることができます。10度を下回ると10メートル以上の深場でないと鳥海の期待は少なくなります。量計サイズが最も期待できるシーズンは水温が16度を超えると始まるノッコミと呼ばれる時期になります。この時期は鳩よりも岩礁帯の多い磯や磯が近くにあるポイントが期待できます。漁港内など堤防での数釣りを楽しむ場合は活性が高い7月から11月頃が狙い目です。しかし夏から秋にかけては餌取りの魚が多い時期にもなりますので、団子釣りや落とし込み釣りなどが効果的です。水が澄んでいるような釣り場でも雨が多い6月から7月の梅雨時期に濁りが入って釣れることもあります。昼も夜も釣れるについて解説いたします。一般的な魚はいわゆる真詰めの時間帯がよく釣れると言われますが、クロダイは時間帯や潮の状況に応じてポイントを選べば昼夜問わず狙うことができます。朝、夕の真詰めは浅い場所に上がってきます。テトラの駆け上がりや鳩場の穴の中などで狙えます。日中は少し大きめの底付近を回遊していたり、鳩場は沈みテトラの切れ目付近にいますので、棚は深めに設定して狙います。日が沈むにつれて夜になると、テトラや鳩際に沿って浅場まで上がってきます。夜は警戒心も薄くなるため、夜釣りでも効果が期待でき、この時間に釣れるクロダイは大型が多くなります。潮が完全に止まっている時間帯は活性が落ちるだけではなく警戒心も高くなるので厳しい釣りになってきます。しかしクロダイは潮止まり前後2時間が狙い目とも言われています。潮止まりは釣れる時間帯の目安として考えるとクロダイ釣りが楽しくなります。今回のまとめです。クロダイが釣れるポイントは7つありました。鳩先端、テトラ帯、口内の角、石積みの鳩、河口、スリットケーソン、沖底。潮や水温などからクロダイが潜む場所を推測すると、常にどこかでクロダイを狙うことができます。鳩釣りのクロダイは1年を通して釣ることができる魚でした。クロダイが捕食活動を行う適水温は10度から30度で、クロダイが活発に捕食する最適温は15度から25度となります。この水温であれば、水深10メートル以下の浅場で十分狙えることができます。クロダイは時間帯や潮の状況に応じてポイントを選べば昼夜問わず狙うことができます。朝、夕の真詰めは浅い場所に上がってきます。テトラの駆け上がりや鳩場の穴の中などで狙います。
日中は少し大きめの底付近。夜になるとテトラや鳩際に沿って浅場まで上がってきます。潮止まり前後2時間が狙い時とも言われています。潮止まりは釣れる時間帯の目安として考えましょう。釣りって学べるは釣りの SNS アングラーズにて皆様と超過情報など交流させていただいております。当チャンネルの説明欄にリンクを貼っておりますので、動画と合わせて一緒に釣りを楽しんでいけたら嬉しいです。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。クロダイ、チヌのポイントの授業が超過アップの手助けに少しでもお役に立てれば嬉しいです。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。